僕は軽トラで世界を旅する33歳。どうも、じゅんたびです。はい、おはようございます。今日は7月16日ですね。知多の駐車場を出発していきます。ゲートを開けてくれましたね。ありがとうございます。スパシーバー。近くにスーパーがありましたので、朝ごはんとちょっと食料を調達したいと思います。こちらのスーパーはコストコみたいな大きなスーパーですね。卵は10個入りで300円弱、日本と一緒ぐらいですね。卵だけでもこんなたくさん種類があります。で、こちらは魚コーナーですね。スモークしたサーモンとか干物みたいなのがたくさん並んでいます。こちらはお肉コーナーですね。結構1個が大きいんですけど、どれぐらいの量で小分けして売ってくれるんでしょうか。ちょっと分かりません。トイレットペーパーはこれで400円とか600円ですね。日本よりちょっと割高感があります。こちらはお米を売ってますね。なんとジャポニカ米って日本のお米がありました。こちらはお惣菜のコーナーですね。おかずとかサラダとか売ってます。こちらはパンコーナーですね。今から食べる朝ごはんを探したいと思います。この丸いデニッシュにしようと思います。100円ぐらいですね。美味しそうなチキンカツサンドがあったので、これも買っていきます。で、なんとですね、おにぎりがありました。しかもこんな日本のパッケージみたいなおにぎりがちょっと気になるんだけど、どうしようかなってとこですね。何味なんだろう。これが照り焼きチキンっぽかったので、試しに1個買ってみることにします。すぐ隣にデパートもあったので、ちょっと散歩してみます。こちらは ATM コーナーですね。試しに日本のクレジットカードでキャッシングできるかチャレンジしてみましたが、2台やって2台ともダメでした。やっぱり使えないですね。こちらは家電量販店ですね。日本と同じようなものを扱っていて、値段も日本とそんなに変わらないか、ちょっと高いかなっていう感じです。こちらがデパートのお手洗いですね。無料で使えてとても綺麗なので、我々にはとても貴重な存在ですね。ありがたく利用させていただきます。ここにもスーパーがあったので、ちょっとお散歩してみます。オレオがありましたね。ちょっと甘いもの食べたい気分だったので買ってみます。これで400円ぐらいですね。ここにもスモークサーモンのコーナーがありました。この前食べてすごい美味しかったので、もう一回買ってみようかと思います。指で刺して注文して、これぐらい10センチぐらいちょうだいってお願いしました。車で包丁を使いたくなかったので、そのまま食べられるサイズにスライスしてもらいました。はい、それでは出発していきます。この道路の左側にある太い配管2本あると思うんですけど、これが前回もあった温水が流れている配管ですね。セントラルヒーティングシステムって言ってました。各家庭に給湯器を持たずに、まとめてお湯を作って各家庭に送るそうです。で、その大きい給湯器で使う燃料は石炭だそうです。石炭なので、線路の近くにその給湯をする工場がないとダメだそうですね。電車で石炭を運んできて、その燃料を使ってお湯を沸かすって言ってました。前回車のオイル交換を実施してからちょうど5000キロ走ったので、この街でオイル交換をやっておこうと思います。
すぐ近くにオイル交換やってくれそうな整備工場があったので入ってみました。ちょっとお兄ちゃんがいたので聞いてみます。オイル交換はやった方がいいね。だけどここでは今オイル交換やってないんだって言われました。でオイル交換やってくれるところあるから教えるよってスマホで教えてくれたんですけど、このエリアもスマホのデータ通信がジャミングされていて通信できなかったんですね。ちょっと行ける自信がないなっていう話をしてました。でそうしたら車の後ろ見せてよって言うんで、車の後ろをちょっと見せて話をしました。でこのお兄ちゃん2人がオイル交換するところまで連れてってくれることになりました。いやーありがたいですね。スマホ使えないところに行って、行くまではなんとかなっても翻訳が使えないとなるとなかなか辛いですもんね。で、こちらに到着してやってくれるかって聞いたら今オイルの在庫がないということで、オイルを今から取り寄せて持ってきてもらうそうです。30分か1時間ぐらいかかるって言われました。はい、オイルが到着しましたので今から作業をやってもらいます。こちらのピットに入れますね。この下に潜って作業をやってもらいます。ドレンナットのワッシャーあるかって聞かれて、一応持ってきたんでよかったですけど、なかったらどうなってたんでしょうね。でオイルエレメントも持参したものを取り付けてもらいます。はい、無事にオイル交換が終わりましたのでウランウデに向けて出発します。もう昼の2時になっちゃいましたね。オイル交換結局1時間ちょっと待って、1時間半ぐらいトータルかかったことになります。オイルが在庫があればすぐやってくれたんですけど、オイル在庫なかったみたいで取り寄せてそれ待つのに1時間ぐらいかかったのでこの時間になってしまいました。無事やれたのでよしですね。教訓としては、オイルお店では売ってるので買って1回分ぐらいは車に積んどこうと思います。そしたらねどこでもやってもらえると思うので。作業を見てましたけどすごいしっかりやってくれてましたね。オイル抜く時にね、下のドレンボルトを外して抜いてくれたんですけど、ドレンボルトを外して重力で落ちるところまでしか普通抜かないと思うんですけど、重力で抜け切ってから真空ポンプっていうか、大きい注射器みたいなやつ突っ込んで、それで抜ききれなかった分を抜き取ってくれてましたね。それだけでどうだろう 300cc か 400cc 分ぐらい出てました。でやっぱりオイル交換してすぐなんでエンジンの吹き上がりがいい気がします。オイルが4100ルーブルで工賃が1000ルーブルでトータル5100ルーブルでした。1万円ちょっとぐらい、日本に比べるとだいぶ高いですけどね。やっぱりオイル輸入品でお店で見ても確かそれぐらいの値段だったんで、しょうがないと思いますね。日本からオイル持ってこれるなら持ってきて自分で交換するのがベストかもしれないです。これガソリンスタンドですね。結構並んでます。ここだったら入れてもらえるんですかね。しかもガソリン安いですよ。92が65ルーブルなんでめっちゃ並んでますけど、僕今車は満タンになったんで、とりあえず向かおうと思います。でこの知多の町は軍事施設が多いらしくて、GPS とかスマホのデータ通信のジャミングがすごいんですね。街中、今日車出発してからもうほとんど GPS もスマホのデータ通信もできなかったですね。でさっきオイル交換してもらった場所も、GPS もスマホのデータ通信もできなくて、狙われるのを回避するためにやむを得ないんでしょうけど、住んでる人はたまったもんじゃないですよね。
私みたいに土地勘のない人も GPS 使えないと本当に迷子になるんで、最後出てくるときはどっちに行くのかってさっき連れてきてくれたお兄ちゃんたちに聞いときましたね。朝ごはんというか昼ごはん用に買ったサンドイッチいただきます。さっきオイル交換の間に食べたらよかったんですけどね、連れてってくれた彼たちがずっと待っててくれたんで、しかもお昼だったんで、その横で一人で食べづらいなと思って今いただきます。チキンカツサンドですね。美味しいですね。さっきオイル交換連れてってくれた彼がお土産にって言ってチョコパイくれたんですよ。これがロシアオリジナルのチョコパイだからって言ってました。どっちがオリジナルなんでしょうね。チョコパイってロッテですかね。まあこれがオリジナルと彼は言ってましたけど、これ3つもくれました。こんな感じです。見た目は一緒かな。まあ日本のチョコパイと似たような感じですね。ちょっと中のねっとりした部分が違うかなって感じですけど、まあ大体一緒です。穴ぼこがすごいですね。さっきまで道きれいだったんですけど、急に穴ぼこだらけになった。でさっきの彼たちはあそこの自動車販売店、中古車屋さんらしいんですけど、そこのスタッフみたいで、さっきもね仕事中だったらしいんですよね。仕事中なのに僕のオイル交換に1時間半付き合ってきてくれましたね。優しいのもあるし、なんか自由でいいですよね。日本でも会社によるんでしょうけど、知らない外人のオイル交換案内するために、ちょっと仕事抜けますってね、一応上司っぽい人には話してましたけど、でねチョコパイまでくれてね、もう優しすぎますよね。ロシアって親切な人しかいないのって聞いたら、いやそういうわけじゃないね、50-50だって言って、悪い人も一定数いるって言うけど、本当悪い人に今のところ当たってないですね。今日もひたすら草原ですね。はい、本日の宿はこちらです。知多の町から300キロほど走って、今夜の7時半なんで、この辺りで一泊したいと思います。夜の7時半なのにこんな真っ昼間みたいな空してますね。ここ幹線道路からちょっと離れてて、まあちょっと様子見た感じ、良さげなレストランあって、シャワーもあるってことなんで、ここにしようと思います。でここスマホの電波が圏外なんですね。気づいたんですけど、そういうところってお店の中に Wi-Fi があって大体環境がいいんですよ。スマホの電波が入るところは、Wi-Fi がないんですね。逆は、Wi-Fi があるってことで、Wi-Fi も調子良さそうだったんで、それも一つの決め手です。車がめっちゃ汚いですね。虫がいっぱいついてるし、窓も汚いし、後ろもこんな感じで泥だらけですね。で1日走ると気になるのが、これバックカメラなんですけど、普段走ってる時これ後ろ見るんですけど、
全然映らなくなるんで、1日走ると僕は拭くようにしてます。はい、では窓を拭いていきます。窓は1週間ぶりぐらいに拭いたんですけど、タオルが真っ黒系になりましたね。ついでにボンネットも拭いていきます。でそうしたら隣にランドクルーザーがいたんですけど、そこのお兄さんがパンクしたって言って、ちょっと助けを求めてきました。ランクルに積んであった空気入れではちょっと調子が悪くて空気が入らないようなので、私の空気入れを持ってきました。ロシア人の子供ってめっちゃ可愛いですよね。パンク修理手伝いつつ子供と遊んでるだけになっちゃいましたここがパンクしてたみたいですね。パンクの修理は無事完了です。フロントガラスにガラコを塗っていきます。後ろに貼ってある QR も読めないぐらい汚かったので、掃除しておきます。めっちゃ汚いですよね。何回拭いてもウエスが真っ黒けになります。バックカメラのレンズも掃除しておきます。ついでにテールライトも掃除しておきます。はい、車も綺麗になりましたのでシャワーを浴びに行こうと思います。シャワーは300ルーブル、約600円ですね。あちらに行くように言われます。こちらのようですね。手前がお手洗いになってて、奥にシャワーがありますね。今日もたくさん運転しましたので、お風呂上がりのビールいただきます。食事が到着しました。今日の晩ご飯はこんなメニューになります。まずはスープですね。ポタージュスープみたいな感じです。美味しかったですよ。でこちらがサラダですね。ロシアンサラダの上にカリカリのオニオンがかかっています。こちらは豚肉の上に茹でたキャベツと人参が乗っています。これも美味しかったです。で夜寒いなと思ったら車の中で20度、外は10度でしたね。さすがに毛布1枚で寝るのは寒いなと思って冬用の寝袋を出しました。今日は毛布の上に寝袋を広げて寝ようと思います。はい、それではおやすみなさい。はい、おはようございます。今日は7月17日ですね。ここのカフェ居心地がいいので、今日は一日ここで作業しようと思います。朝ごはんはですね、昨日スーパーマーケットで買った照り焼きチキンおにぎりがあるので、これを食べていこうと思います。どんな味でしょうかね。パッケージは日本のものと同じなので、このように開けていきます。ちょっと開けづらい感じがしますね。お米はよく海外にありそうな日本米って感じで、結構硬いですね。で具は、チキンっていうよりはソースがメインで、なんか照り焼きとマヨネーズを混ぜたような味でした。リピートはなしですね。ちなみにこれで300円か400円ぐらいしたと思います。無理して食べることはない商品かなと私は思いました。あとはフルーツを食べていきます。リンゴとオレンジとバナナですね。おにぎりなしでこのフルーツだけで良かったかなっていう気がします。あとはコーヒーを入れて一日ここで編集作業を頑張ります。はい、夕方になってレストランで晩ご飯を食べていたら、こちらの男性が僕の車の中を見せてくれって言うんですよね。なんでって聞いたら、僕もキャンピングカー持ってて、ですぐ隣に止めてるからちょっと見せてよって言うんですよ。
ということでちょっと中を見せました。で今度は彼が自分の車を見せてくれるということなので、ちょっとお邪魔しに行きます。こちらの大きいキャンピングカーですね。中国の車みたいです。今見てもらった僕の車とは桁違いに広いですね。この車で奥さんと2人で旅をされているそうです。でこのボタンを押すと車が広くなるそうですね。床と壁の部分を見ると部屋が広がっているのがわかるでしょうか。電動で動いています。1メートルぐらいですね。幅も奥行きも広くなりました。でこちらがトイレとシャワールームですね。でここにエアコンとキッチンがあって、下にはなんと洗濯機がありました。車の中で洗濯ができるそうです。こちらがベッドになっていました。キングサイズぐらいのベッドでしたね。2人で寝ても余裕そうです。もうこれは完全に家ですね。ということでルームツアー終了です。ロシアでキャンピングカーは全然見たことないよって言ったら、乗ってる人いないよって言ってました。でも中にはこうやって立派なキャンピングカーで楽しんでる人もいるんですね。貴重なものを見れました。ありがとうございました。はい、それでは車に戻ってきましたので、引き続き編集作業をしながら、晩酌をしようと思います。スーパーで買ってきたスモークサーモンをいただきながらビール飲もうと思います。それでは乾杯。スモークサーモンはこんな感じですね。めっちゃお酒のつまみになりますよ。本当はウォッカと合うみたいですね。今日も外は12度13度ですね。冬用の寝袋をかぶって寝ようと思います。今回の動画はここまでとなります。それではおやすみなさい。